と、みんなで一緒のユニットとしてライブステージに立つことになったんですって。なるほど。で、私たち5人でですか？さあさあ。だからまたミクの分のハンバーグ弁当を取ったりしないでね、あんずちゃん。わかったわかった。で、どういう感じなのかわかんないんだけど、プロデューサー説明よろしく。この5人でですか。楽しみです。 CD のレコーディング以来だから、また一緒に頑張りましょうね。それじゃあライブの日までみんなでレッスンですね。一緒に頑張りましょう。それがそっか、フェスに出るならユニット名が必要ですもんね。それを私たちがつけていいんですか？なるほど。よし、そういうのはうずきちゃんに任せよう。私ですか？ユニット名チームキュートでどうでしょうか？普通すぎるにゃ。そんな。うずきちゃんに振ったのがいけなかったかな。よし、ここはチームポンコツーズにしよう。ポンコツ。ナナはポンコツですけど、それは雑すぎにゃ。やっぱりここはミクがつけるしかないにゃ。かわいいかわいいニャンニャンズでどう？ナナ、うさ耳なんですけど。じゃあナナちゃんはいい案とかない？キューティーミミーはどうでしょうか？耳生えてるのミクちゃんとナナちゃんだけだし、それに昔のアニメのタイトルみたいなチーム名だよね。じゃあ私ですか？そうですね、まだちょっと思いつかないんですけど。みほちゃんが最後の頼みなんですよ。私たちの共通点を探してそこからつけてみるとか。共通点？そんなものミクたちにはなさそうですね。全員高校生ってことくらいですかね。そうですね。そういえば私たちのアルバムには宝石がモチーフに使われてますよね。そこから何かヒントが見つかるかも。それはいい考えですね。キラキラ系の女子になりたい。宝石っていうとダイヤモンドとか？そういえば宝石の価値を決める 4C っていうのを聞いたことがあるかも。どれも高い数字だといいダイヤモンドなんですって。ああ、カラットとかだっけ？そう、カラとカラ、カット、あと何だったかな。クリアですね。透明度。なるほど、ナナちゃんは物知りですね。じゃあ私たちも一人一人それぞれの C を集めてみませんか？それぞれの C？ ミクはキャットの C、 うずきちゃんはキュートの C、
はアイドルになってチャンスをつかみたいからチャンスの C とか。なら私はチャレンジの C です。人生チャレンジあるのみ。なら私はなんだ。あんずちゃんはキャラが立ってるからキャラクターの C でどうですか？なるほど、じゃあそれで。じゃあ決まりというわけでプロデューサーさん C5 でどうでしょうか？よーし、ユニット名も決まったところでこれからライブまで頑張りましょうね。私たち5人でフェス出場か。緊張しちゃうな。みほちゃん。はい。ああ、ごめんなさい、驚かすつもりでは。すみません、私緊張しがちで。当日も上がっちゃわないか今から心配なくらい。大丈夫ですよ、なんとかなります。おー、ナナちゃんすごい自信ですね。その自信一体どこから来るんですか？それは経験です。経験？フェスに何度も出た経験が？地下ステージなら、いや人間人生の中で経験を積めばいろんなことにいい意味で鈍感になってですね。人生ってナナちゃん私と同い年なのにそんなにいろいろ経験してるんですか？前に言ったかもしれないですけどね。そうなんです。はいあ、うずきちゃん見てたんですか？最初から見てたんですけどお二人のお話が面白くって入るタイミングがわからなくてつい笑っちゃいました。ごめんなさい。まあ笑ってもらえて明るい気分でこれから頑張っていけるならナナは本望ですよ。ナナちゃんって考え方が大人ですね。私なんて笑われたら恥ずかしくなっちゃう。ナナちゃんみたいにどっしり構えている人がユニットにいると安心感がありますよね。そうですか？いや、そう言ってもらえるならナナがこのユニットでご一緒した意味もあるってものです。そうだ、ナナちゃんリーダーやってくれませんか？今回のライブステージまでの期間限定でいいですから。それすっごくいいアイデアだと思います。ナナちゃんがリーダーならミクちゃんもアンズちゃんもいいって言ってくれますよ、きっと。そうですか？いや、そんなこと言われちゃうとナナ調子に乗っちゃいますよ。調子に乗っちゃいましょう。それにリーダーってしっかりした人がやるイメージもありますし。ナナがしっかりしてるって？そうですね、ナナちゃんにぴったりですよ。それじゃあまるでナナがみんなより年上みたいじゃないですか。やだなあくまでイメージの話ですよ。そうそう、ナナちゃんがしっかりしてるからです。本当ですか？本当に本当ですか？ナナ、これから先最後まで頑張りきれるか心配です。でも
阿部ナナ頑張ります。ナナちゃん大丈夫？まだいけます。やっぱりもうちょっと休んだ方がいいんじゃない？あ、湿布取ってくるね。棚にあったと思うから。すみません。腰痛に効くのは温湿布なので温まるやつをお願いします。オッケーにゃー。どこかな。ゴソゴソ。まさかレッスンをぶっ続けでやったらこんなに来るなんて。だらしないぞナナの体。あったよ。はい、貼ってあげる。今アイドルが出しちゃいけない声が出たにゃ。ミクちゃんありがとうございます。ナナもこんなに疲労が溜まっていただなんて気づきませんでした。いいの。だってナナちゃんリーダーやってくれていっぱい裏方のお仕事をしてくれてるんでしょ。なぜそれを。みんなに聞いたよ。いっぱい動いてくれて、しかも誰よりもレッスン時間を取っててすごいなってミクは思ったにゃ。いやそんな褒められるほどのことはしてませんよ。リーダーのお仕事はメイド時代のシフト調整を思い出しますし、レッスンは振り付けなんかの物覚えが悪いからで。ふむふむ。さすがナナちゃんはミクの目標でありライバルにゃ。その姿勢尊敬できる。いや目標だなんて。ナナから見てもミクちゃんの真面目なところは素敵ですよ。お仕事に挑む姿勢はまさにプロって感じで。にゃー、褒められると照れるにゃ。二人とも変なところで気が合うよね。あんずちゃんいたの。荷物の陰で休憩してたら。もうこんな時間か。私たちが来る前にスタジオに入ってたんですか？じゃあ2時間以上休憩してたってこと？まあ細かいことはいいじゃん。ハンズは2人の友情を邪魔しちゃいけないと思っただけだよ。そうなの？まあいいけど。あんずちゃんずっとゴロゴロしててレッスンはどう？まあそこそこかな。振りが頭に入ったぐらい。なんとナナがこれだけ体に覚えさせている間に睡眠学習してしまったとでも。あんずは携帯に動画を入れて何度も見て覚えるタイプだからね。実際2時間も踊ってたら体力がゼロになっちゃうよ。ナナちゃんとは正反対にゃ。負けてられない。もう1時間レッスンを。はいはい、もう今日は休憩にしなって。休むのも仕事だよ。ナナちゃん頑張って。だからあんずちゃん今回は絶対の絶対の絶対だからね。それはさ絶対って絶対言い切れないと思うし。それじゃダメなのにゃ。ミクちゃん明日がフェス当日っていうこの状況でそんな声を上げて。
礼だと思うし。へえ、どういう内容のお話なんですか？ハンバーグだよ、ハンバーグ。え、ハンバーグ？そう、今度こそミクはハンバーグ弁当を譲れないの。でもアンズだってハンバーグ食べたくなるかもしれないじゃん。そんな時が来たら自分に正直になるしかないじゃん。ああ、歌のレコーディングした時の話ですか？前例があるからここで釘を刺しておこうと思って。なるほど。でもどうしてまたそんな話を？だって本番は万全の体制で迎えたいじゃない。当日に食べるお弁当がサバの塩焼き弁当だったらミクのパフォーマンスは 10% 以下だよ。それはわかるけどさ。だってミクお魚苦手だし。あ、そういえばナナちゃんが昔はお肉とか好きだったけど年を取るとお魚の方がいいって言ってたような。子供の頃って骨とか取り除くのが面倒だったりするからそういうことなのかな。じゃあそういうことでお弁当はナナちゃんに交換してもらえばいいんじゃない？それでいいならそうするにゃ。いまいち納得できないけど。まあまあ付け合わせのエビフライあげるからさ。ミクエビフライもあんまり好きじゃないし。そうなの？もうめんどくさいな。ミクちゃん、魚介類は全部ダメなの？生臭いのはちょっと。火が通ってれば少しは食べられるけど。あ、でもたこ焼きのタコは大丈夫だよ。ふふん。そんなドヤ顔されてもいいでしょ。こっちにとっては大問題なんだから。ついに私たちのステージですね。ドキドキしてきました。もう私昨日からずっとドキドキしっぱなしで。あ、そうなの？大丈夫？お水とか持ってこようか？大丈夫だよ。ありがとう、うずきちゃん。うずきちゃんも緊張してるのに。うずきちゃんとみほちゃんって似てるようで似てないんだね。そうかな。そうだと思うよ。多分。ねえミクちゃん、私たちの違いってどこだと思う？うずきちゃんの方が天然っぽい。私天然ですか？それはちょっとわかるかも。ふとした時にゆるーく天然っぽい行動するよね。ふとした時って何ですか？控え室で紙コップにお味噌汁注いでる時とか？マドラーでワカメ食べようとしてるの可愛かったよね。割り箸が横に置いてあるのに頑張ってたにゃ。さっきの私見られてたんですか？じゃあみほちゃんの特徴は何ですか？私未だによく噛んじゃいます。喋んなきゃって思うと言葉が出てこなかったりして。うずきちゃんはそういう時ニコニコできてすごいなって。ありがとう。でもさっきの話を聞いた後だとなんだかただポンコツみたいじゃないですか？そんなことないにゃ。自信持って。じゃあみくちゃんから見てみほちゃんの特徴はどう？
しれません。熊本生まれは頑固で強気なんです。なるほど。そうなんだ。じゃあ蘭子ちゃんとかも？考えてみれば確かに自分を貫いてるにゃ。じゃあみくちゃんも生まれが性格に影響してたりするのかな。確か関西生まれでしたよね。それはほらなんでやねんとか言うのかな。関西弁のボケとツッコミとかできるの？それはすでに過ぎ去った道なの。ミクは振り返らないの。だからこの話は終わり。さあステージはもうすぐそこにゃ。そんなこんな雑談をしてたらもうみんな心がほぐれたみたいだよね。よーし、あんずちゃんとななちゃん呼んでこよーっと。みくちゃん行っちゃった。でもこうしていろんなお話をしてたら本当に緊張がどこか行っちゃった。さあステージ頑張ろうね、うずきちゃん。一緒に頑張りましょう。終わった。あんずはもう燃え尽きたよ。バタリ。あんずちゃん、あんずちゃんお疲れだったんだね。私ももう腰が。ななちゃん、リーダーのお仕事もしてくれてありがとうございました。いいんですよ。よいしょ。みんなの役に立てるならそれがナナの喜びですから。ななちゃん、ほらあんずちゃん、汗も拭かないで横になってたら風邪ひいちゃいますよ。後でじゃなくてちゃんと汗拭いて、動く体力がなかったらせめてタオルかけて。わかったから。みくちゃんが顔真っ赤だったから冷たいの持って行ってあげなきゃ。なんだか世話しない。忙しい。でもなんだかななちゃん楽しそう。ななちゃんはあれだね。わかった。リーダーじゃない。リーダーじゃなかったら何？あれはおかんだよ。王冠。世話焼きな感じとか、せかせか動くのとか、奉仕するのとか、お世話するのが好きなところとか、あれはメイドでもリーダーでもない。あれはおかんだったんだよ。きっとウサミン星に帰ったらいい母親になると思うな。確かにこのイベントが始まる時から私たちのことをたくさん気にかけてくれたもんね。まるでお母さんみたいに。2人とも落ち着きました？メイク室混むからちゃっちゃと行ってきてくださいね。脱いだ衣装は衣装さんに渡すんですよ。はーい。わかりました。2人とも楽しそうですね。私がいない間に何かいいことでもあったんですか？今いいことがあったっていうか、ずっといいことがあったんですね。なんですか？いいことならナナにも教えてくださいよ。
教えてってば。お疲れ様です、プロデューサーさん。そして私たちライブフェスのステージ無事成功、おめでとうなのにゃー。パチ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 。始まるまでとってもドキドキしたけど、フェスのステージはとっても楽しかったですね。ファンの皆さんも盛り上がってくれて大成功でしたし、いやー、地道な練習が実を結びましたね。よかったよかった。それぞれ個性を生かしてステージを盛り上げられたのもよかったにゃ。ミニツキ2人のミンミンニャーニャーコールはなかなかだったね。ハンズちゃんもレッスン中は嫌だって言ってたけど、当日はちゃんと踊れてたね。まあね。実は特訓してたのかな。そんなことしないけど、動画見たりしたくらいで。ナナは思いました。この C5 期間限定ユニットなんてもったいないくらいだと。本当にいいチームワークで乗り切れましたよね。解散しちゃってもいい経験になりました。いっぱい仲良くなれたしね。だからどうせならちゃんとした打ち上げがしたいにゃ。冷凍食品とかじゃなく。それはいいですね。じゃあプロダクション併設のカフェを貸し切ってパーティーしちゃいましょうか。さすがに5人とプロデューサーだけで貸し切りは広すぎない？じゃあ事務所の空いてるスペースとか中庭でガーデンパーティーとか。せっかくだしみんながリラックスできるような、寮でやるっていうのはどうでしょう。それはミクとミホちゃんは楽だけど、みんなはどうかな。ピーちゃんもいるし。よし、じゃあウサミン星に行こう。それはですね、今ウサミン星への人参の馬車ロケットはちょっと調子が悪くて。そこは電車じゃないんだ。電車で1時間っていうのはその例えというか、まあ実際7時間くらいなんですけど、でもウサミン星はちょっと狭くて。狭いとか、ウサミン星って設定がガバガバにゃ。ガバガバとか言わないでください。設定も言わない。NO！ じゃあどうしようか。私から提案があるんですけど。おずきちゃん何？うちに来ませんか？ママがケーキ焼いてくれるって言ってて、それで。いいですね。うずきちゃんのママにお世話になってますってご挨拶したいですし。そこなの？ハンズ賛成。人の家でゴロゴロするのってなんかいいよね。私も行きたいな。じゃあ全員賛成みたいですし、うずきちゃんの家にお邪魔しちゃおっか。はい、ママも喜ぶと思います。そうと決まったら善は急げ。支度していくのにゃ。ミクちゃん、たこ焼き作ってよ。たこ焼き。わかったにゃ。女子寮からたこ焼きプレート持っていくね。
皆さん行きますよ。押さない、かけない、喋らない。喋らないじゃあ行きましょう。もちろんプロデューサーさんも一緒に来てくれますよね。